NSX は永遠に不滅なり、筑波最強 RWD 決定戦。エントリーはシモレーコンバット GR1。 プロレーサーを雇わず車内ドライバーによってニュル7分26秒と歌うカタログコピーはまさに GTR への挑戦状。まずは今回のバトルでその本性を明かす。エンジンは高精度に組み上げられた V86.3 リッターをスーパーチャージ。そのパワーはなんと647馬力。圧倒的なパワーはツインプレートクラッチと強化 LSD を介して335の極太タイヤで受け止める。トラクションコントロールは5段階のモードと完全オフが選べる設定。まさに世界最強スペックの FR マシンが登場。エントリー2、フェラーリ458。408から始まった歴代の V8 フェラーリたちと比較すると、この458なんですが、エンジンなんですがロードカーとしてはフェラーリ初の直噴タイプ式を採用しております。また430までは8500回転がレベルリミットでしたが、デスクローターがですね一回り大きくなりまして、ブレンボとの相性でストッピングパワーを上げております。またダンパーがですね、磁性流体によって、ダンパーの硬さが変化するわけですね。ですから非常に乗り心地を選択することもできます。また430ではシングルクラッチでしたが、デュアルクラッチにすることによって発進がですねまるで乗用車のようにスムーズになりました。当然シフト操作もですねアップダウンとも速く、しかもスムーズで。エントリー3、アミューズ 370Z ベスティー。もはやジャパニーズ RWD にはこのクラスに立ち向かえる車はなしということで、アミューズによってモディファイされたフェアルディ Z がエントリー。エンジンは ECU のリセッティングとこだわりのチタンエキゾーストを装着。378馬力のパワーとともに心地よいエキゾーストサウンドを奏でる。ポテンシャルとともにデザインにおいてもフェアルディ Z の潜在的な美しさを引き出すコンセプトで開発されたエアロパーツは現在 Z ファンの中で人気急上昇中のアイテム。前後バンパー、サイドステップ、そしてリアウィングのシンプルな4点構成ながらオリジナルのボディラインと見事に調和。よりアグレッシブで美しい Z へと変貌させる。ストリートラジアルタイヤでサーキット走行することを前提にセッティングされた足回りはビルシュタインベースのハイテックダンパーキットを装着。コンピューター、マフラー、車高調整式ダンパーを交換したいわゆるライトチューニングでテスト走行では筑波サーキット1分3秒台をマークしている。エントリー4、RSD360 モデーナ。これまでのベスモテストにおいてハンドリングと速さが最高バランスの RWD マシン。これもチューニングカーだが驚愕パワーのニューカーが相手ということで特別エントリー。エンジンはノーマル。 RSD によってサスペンションとエアロパーツをモディファイ。今回はラジアルタイヤを装着して持ち込まれた。エントリー5、ドリフトキング NSX は永遠に不滅なり、最強 RWD 決定戦に土屋圭一がマイカーの NSXR で参戦。ニューアイテムはルート KS の新作ドリキンマフラーに膨大な時間をかけて開発してきたプライベートブランド DG5DK ダンパーキット、そしてより軽量化を進めたプロドライブホイールを装着。パワーは458の半分。どこまでいけるかドリキン NSXR。 スクーバー5ラップスバトル。さあ肉世界最速決定戦、NSX でどこまで太刀打ちできるか行ってみたいと思います。はい、アミューズさんのこれ Z34 ですね。コストパフォーマンス最高ですよ。他の車はもうほんとね1000万円オーバーの車ばっかりですから、そんな中でもこのね国産 FR の Z がここまでいけるっていうところをお見せしたいと思います。
はい、458でございます。乗りやすいわ、やっぱねえ、いいわ、高いしそこが問題なんだけどね。ちゃんと速いとこ見せます、今日は。647馬力 GR1、やっぱりその数字が物語るようにコーナーをちっちゃく回って抑えてストレート勝負にドーンと持ち込めば簡単ですよ。今日は僕の日です。いや今日は本当満足です。もう自分たちの車がフェラーリの、458より速かった後でも満足です。もうレースは、楽しみながら、458の、動きなど観察したいなと思います。木下 GR1 スタートで出遅れたものの怒涛の加速でポジションを取り返した。リプレイはドリキン NSX から。やべ、速い。うわー、ホイールスピードすごい。すげえ速い。加速速いよ。逃げろ。スタートはトラコン任せのハッチャー。ここでトラコンをカット。後ろからは木下 GR1 がベタづける。うわ、ちっちゃくついてって。インフィールドが勝負のドリドリ。 NSX が暴れようがアクセルは踏みっぱ。おっとアラセットがブレーキラック。なんでロックしてんのこれ。アラちゃんブレーキやっちゃったの。よし、べらぼうに速いこれ。570馬力のフェラーリパワーが炸裂。そして木下 GR1 もアラセットに襲いかかる。さらに切り替え360もそれに続く。アラセットはストレート2本で一気に5番手に沈んだ。ちょっとなんか ABS が調子悪いな。気をつけてブレーキいかなきゃ。土屋さん頑張って逃げてるぞ。 458GR1360 は一触即発の混戦状態。中でもパワーが劣る切り替え360は 80R のスピードが武器。おっとシフトミス。この辺のインフィールドはね全然ついていける。服部458がドリキン NSXR の背後につけた。ごめんね土屋さん、半分の馬力だからはいなんだその速さは。コーナリング勝負のドリキン NSXR。 しかし背後に木下 GR1 が。お、コーナーも悪くないよ。コルベットごめんね金ちゃん。なんとあのドリキン NSXR がコーナリングで勝てない。1コーナー NSXR がアウトで踏ん張るがこらえきれず。よーし、あっちゃん追いつくぞ。暴れてる。切り替え360。狙うは2ヘアピンのブレーキング。280馬力だからって諦めないもんね。
絶対諦めない。ストレート勝負。頑張れー、ストレーちょっと温度も上がっちゃって、これ絞られちゃったな。エンジン遅くなっちゃってる。ドリドリは現役時代さながらの素早いステアさばき、 NSXR を攻め立てる。恐るべし458と GR1。 しかしこのポテンシャルがどこまで持つか。ここからがノーマルカーには厳しい時間帯。うわうわー、行き過ぎた。行き過ぎたけどコントロールしやすい。この車速いんだけど、速くて動くんだけど、なんかすっげえコントロールしやすい。このラップ 80R で切り替え360が GR1 にベタつける。しかしノーズを入れるまでは届かない。アメ車なんかに負けないぞーだ。いつもクレバーな走りのはっちゃんが458を攻め立てる。それだけコントロール性が良いってこと。トップ2台は全く衰えを見せずファイナルラップに突入。離されたドリドリは諦めるどころかむしろ楽しんでます。インフィールドなんとか冷たい。木下 GR1 と切り替え360の攻防もここで勝負あり。フェラーリ抜きたいけどそつないね、向こうもね。いけいけフェラーリ458が見事バトルデビューウィン。ラップタイムもさらに更新した。そしてコルベット GR1 も2位チェッカー。ニューカー2台は RWD 最強であることを証明した。速い。いや、すっげえね、コントロールが楽なのよ。しやすいから、普通速いとさ、おっかなびっくりなんだけど、おっかなびっくり感がないのよ、この車。いやまあね、フェラーリの後ろから見てすごいかっこいいけど、多分俺もね相当かっこいい絵になってるんじゃないかと期待してます。いや、負けたけど気分いいですよ。実は私がいがありましたよ。いやーね、土屋さん早かった結構一周目からプッシュで、もともとのパフォーマンスっていうのは結構高いところにあるんだと思うんですよね。だからコストパフォーマンスとしてはこの中じゃダントツで1位じゃないですか。まあやっぱパワーが倍あると速いなと。647馬力です。570 570で360が400 370ぐらいか。そうですね、そうだよね。 200? 悪かったね。280なんだけどマフラー書いてあるから290馬力ぐらい。大したねことじゃないですよ。うるさい。いやけど NSX はやっぱコーナー速い。早いうまくね仕上がってるから。さすが。ねえねえ、その上から目線やめてくださいから。いや、うまく上からね。頑張ったなって感じはしますよ。ただストレートのスピードさ60キロぐらいあったよね。そうみたいなさ。俺ね、抜かれる時なんかこれ俺 K に乗ってんのかなみたいなさ。いや俺もね K 抜いたか今、でもあんなこうスロースピードだと楽でしょ。まあ止めるとかね、その辺は楽。我々かなりスピード乗ってるからね。もう止まんないもん。じゃあさ、コーナーで抜いていけばいいんじゃない？ね、コーナーで抜けばいいんじゃないの？まあそれでもいいですよ。ただ面倒くさいからストレートだ。まあ一番ね簡単なところでね。やっぱコーナーはフェラーリの方が速いんだ。そうですね。たバランだね、スいいっていうか、全てうまく機能してるような気がするね。やっぱどこだっけ、アメ車だっけあれ。アメ車アメ車よりはね。
ただねちょっとグリップは高いんですよ。ただそれを超えた時にこう暴れ出すのでね、もうちょっとその辺マイルドにしてくれればいいんですけど、その辺はじゃあコルベットとフェラーリとどこがどう良くてどこが悪い？後ろから見ていて、フェラーリもストレートはほぼ一緒じゃないかな。でなんかフェラーリの方がね少し安定してるようになんか見えましたけどね。少し少し中は忙しくやっぱパワーがあるから忙しくはなっちゃうんだけど、ステアリング的にはけどすごい安心して踏んでいけるのよ、多分なんつうかな、抜かれた側から言っていい？はい。半蔵のフェラーリって切って安定してる、でコルベットなのかキンチャなのか分かんないけど俺は後ろから観察してるとタイヤが常にこう動いてるんだね。そうですね。かなり忙しいは忙しいですね。常にこうなってますそう、ね。半蔵は抜いたら抜きっぱなしで切ったら切りっぱなしでっていう、で修正も12回こまあね、それに合わせてヒュッてこううだから抜かれた側からするとフェラーリの方が安定してるのかな。そうかもしれないですね。でやっぱコルベット使いとしては負けたくないっていうのが、そのカウンター修正に常に出てくるもうギリギリのところにいるんですよ。それをちょっと超えようとするとワープにフラなんだよ。俺様のこれを持ってすればね大したことじゃないですけど。裕太君も一緒だったよ。同じようでやっぱこうねフェラーリの名にかけてみたいなねZ はやっぱり油温だよね。温度がやっぱ厳しかったですね。でもうエンジン回転が上がらなくなってしまったんですけど、そこだけ問題だね。そこが問題ですね。そうでなければタイム的にもねちょっとライトチューンなんですけど、それで4秒1って結構コストパフォーマンスで言ったらすごく高いと思うんですよね。進化はしてるんだよね。ただやっぱこの2台吊るしだからね。そうですね。こっちはライトチューンで、いや NSX 抜く時の勢いはね本当ねマジっていうぐらいね、NSX って速いじゃんっていう。バカにしてんの？いや本当は速いね、速いっていうイメージがあるじゃないですか。それをもういとも簡単に本当ね5キロ10キロの差じゃないの。ズボーンだもん。ね、そこはね本当自分乗っててどうしたのっていうぐらいスピード差が感じた。でもやっぱりねこうね多少コルベットも動きが荒いといえども、シャーシよりパワーのが少し勝ってるぐらいの方がね、面白いですよ。っていうかコルベット見て思ったんだけど、コルベットってすんごい進化してるね。そうですね。だってちょっと前のコルベットだとコルベットか、すんげえ進化してる。まだねアメ車荒いんでしょ、耐久性も低いんでしょというね先入観持ってる人いると思うんですけど、そういうのはもうなくなった。ないね。そうですね。ない。5周走れるし、ちゃんと走ってるし、これは立派だと思う。実際にねニュー持ってって7分20何秒で走ってますから、20キロのコースを。だからちゃんとその辺は仕上がってるなと思いますよね。車重もねアルミスペースフレームでカーボンも結構使ってるので、こう見えても1400キロちょっと。嘘。そうなんです。俺3トンぐらいあると思ってた。やっぱりマジ GM はね軽いことパワーがあること、そして太いタイヤ、この3拍子で攻めてるんで。そうフェラーリより軽いんだ458より。軽い。そらすげえや。世界のスーパースポーツはやっぱり吊るしでもこれだけ速い、我々としてはね、Z もそうですけどねよく頑張ってますよ。で360に関してはもう仕上がってるもんね。ていうか本田さんやっぱ NSX 変わるものを何か変わるもの夢の車は GT で走ってますけれどもね、あれが世の中に出てくるかどうか、皆さん期待していただきたいなと思います。